こんにちは。今日はグラニー編みのバッグを作っていきます。グラニー編みで編んでいくので簡単です。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使用する糸はダイソーさんのマクラメヤンの細いもの。色はスモークブルー 30g で38メートル。使用界隈の目安は5号。材質はポリプロピレン。これを7号で編んでいきます。この糸はこの他にローズピンクやブライトベージュ、いろんな色があるのでお好きな色で編んでみてください。この糸は先端が少しほどけるので後でライターで炙ってほどけにくくします。ライターも用意します。それと今回ボタンとヘアゴム、これは少し大きめの方が可愛いと思います。このボタンは大きさ 2.5 センチぐらい。ゴムも少し太いものの方が使いやすいと思います。これを少しだけ用意します。あとはマーカーととじ針を使います。追加でこのマクラメヤンのブライトベージュを使おうかと思います。下はブルーにして上だけこの色を使って編んでいこうかと思っています。これも少し用意します。底を作ります。鎖を編んでその周りを長編みで編んでいきます。この最初の鎖の数について、私は鎖を29編んでスタートします。サイズを変更する場合や違う糸で編む場合には4の倍数プラス1で変更します。鎖編みをします。この糸端は少し長めに、だいたい15センチから20センチぐらい残してスタートします。この鎖は少しゆったりと編んでいきます。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。私はここでは見やすいように小さく作っていきます。最後の鎖を指で軽く押さえて鎖3つ。1、2、3。3つ目にマーカー。で、指で押さえている1、2、3、4。ここに長編み。上から長編み1つ。同じところにもう1つ。これで鎖3つと長編み2つ。鎖1つ。足元1、2、3、4。4つ目に長編み。1、2、3、4。同じところにあと2つ。全部で3つにします。これで3つ。また鎖1つ。1、2、3、4。長編み3つ。鎖1つ。1、2、3、4。鎖1、2、3、4。最後の鎖まで長編み3つ編んできました。次はここに角を作ります。
角を作るときには鎖2つ、1、2、1、2で端の鎖、ここに長編み3つ、これで角ができました。こっちにも角を作ります。角を作るときには鎖1、2で端、これで角ができました。ここからはここと同じ鎖1つで同じところ、でまたここに長編み3つ、このままここまで編んでいきます。スタートしたところまで戻ってきました。ここでも角を作ります。まず鎖2つ、1、2で同じところ長編み3つ、1、2、3、角ができました。最後はこのマーカーのところ、鎖の1、2、3、この2本の糸の下、ここに中長編み、中長編みは絡めて一度に引き抜いて中長編み、角ができました。次は2周目、鎖3つ、角のこのスペース、3つ目にマーカーをつけました。で角長編み2つ、鎖1つで三角のスペース、長編み3つ、ここからはずっと三角に長編み3つ、鎖でまた長編み3つ、2周目の反対側まで来ました。ここでも角を作ります。角を作るときには鎖1、2、同じところ長編み3つ、1、2、3、これで角ができました。鎖1つでまた角、ここに長編み3つ、1、2で同じところ、でこれで角ができました。次からは鎖1つ、三角に長編み3つ、これでここでも同じように角を作ります。ここまで戻ってきます。2周目の終わりまで来ました。今角を作ったところ、次は鎖1つ、ここが最後の角、ここに長編み3つ、最後の角、これで長編み3つ、またここに中長編み、で角ができました。3周目、2周目と同じです。鎖
下の三角に長編み3つ、このまま同じように編んでいきます。でここでまた角を作って、ここも角を作って、ここには長編み3つ、角と長編み3つで角、同じようにぐるぐると編んでいきます。これで4周まで編んでいきます。4周編んできました。次は5周目。5周目が最後の周になります。今までと同じように鎖3つで長編み2つ、このまま次の角まで編んでいきます。5周目の1つ目の角まで来ました。またここで角を作ります。ただこの周だけ角は鎖1つ、今までは2つあったものを1つにします。で長編み3つで角を作ります。これで鎖1つの角で、これを続けて次の角も2つを1つにします。この角も2つを1つ、この周だけ1つにして最初のところまで戻っていきます。5周目の最後の角まで来ました。最後は中長編みではなくて細編み、このマーカーのところに細編みをします。これで角ができました。次から側面、また1、2、3で下のスペース、これは今までと同じです。でこれで同じように角まで編んでいきます。側面1周目の角まで来ました。側面は角を作らずに編んでいきます。鎖1つ、角に長編み3つ、2、3で角を作らずにすぐ次の三角、このまま続けて編んでいきます。でここでも同じ、角を作らずに長編み3つで、次こっちでも3つ、ここに3つだけでスタートしたところ、最後は細編み1つでまた鎖3つ、同じように側面を編んでいきます。最初の糸端をほどけないように隠します。向きを変えてほどけないようにしていきます。これを今度は逆にこの糸端を少し引いて、ここを炙ります。でやけどしないようにして糸端を隠しました。そこから測って27センチ編んできました。25周編んでいます。だいたいこれぐらいになったら、これが最後の長編み3つ、最後は鎖1つ、これは小さめ、最初の鎖の1、2、3、ここに引き抜きます。でここで私は色を変えようかと思っています。このまま同じ色で編む場合には糸を切らずに続けて編んでいきます。私はここで色を変えるので糸を切ります。鎖1つを編むようにして、
次にマーカーをつけます。まず底を見て、で整えて、脇にマーカーをつけます。でこの12345と数えていって同じ数になるようにします。で脇が決まったら、次はこの位置にマーカーをつけます。これがストラップを作る位置。私はこんな感じでストラップを作ります。中央はだいたい11センチで、ストラップの幅は4センチぐらい、脇は9センチぐらいで、こっちも同じ。この位置にマーカーをつけます。これは私の場合12345で、こっちは脇から1234と5個の間、こっちも同じ12345、この間にマーカーをつけます。でこの間は2つ、こっちも同じようにつけます。でこっちは2つで、この位置にマーカーをつけます。で次はこの色で同じように一周します。編み方は今までと同じです。この2つの真ん中からスタートします。新しい糸、これをしっかりと結んで、ここから鎖3つ、123で同じところに長編み2つ、鎖1つ、このマーカーのところにも、でこのマーカーはまだ外さないで置いておきます。このまま一周します。この脇のマーカーも外さないで置いておきます。で一周します。ベージュで一周しました。今ここまで編んできました。ここがここで、この芯がうまく取れていなかったので、ここだけこれで説明していきます。でマーカーがついています。ここがここで、これが最後の長編み3つ。最後は鎖の123、ここに細編み、これで間から糸が出ました。次はこのマーカーを付け替えます。ブルーの三角にマーカーをつけました。このマーカーを上にずらします。上のこの長編み3つ、この123、ここにずらします。でこっちも上の長編み3つ、この1つ目で今この間から糸が出ています。でここからスタートします。このマーカーのところで糸を移動させます。でこれは裏から見た方が見やすいと思います。裏返してこの隣マーカーをつけたところ、ここに針を入れて糸を出します。これをかぶせるようにして引き抜いて、これでこのマーカーのところから糸が出ました。で戻して、ここからこの幅で編んでいきます。まず鎖3つ、123で下の三角のスペース、ここに長編み2つ、1、2、鎖1つ、長編み2つ、1、2、
次はこのマーカーをつけたところ、ここに長編み1つ、これが1段目、2段目、3、裏返して鎖の隣、この長編みに長編み1つ、次は下の三角に長編み3つ、1、2、3、これで鎖3つ、長編み1つ、ここには3つ、またこの長編み1、2、長編み1つ、最後は鎖1、2、3、これが2段目、次は3段目、同じように編んでいきます。鎖1、2、3、裏返して下のこの部分、細い三角のスペース、ここに長編み2つ、1、2、鎖1つで、また下の細い三角、長編み2つ、で最後は鎖1、2、3、これで鎖3つ、この長編み2つ、鎖1つ、長編み2つ、鎖長編み1つ、次はここ同じように編んでいきます。で三角に長編み3つで、この部分、これを繰り返していきます。このまましばらく編んでいきます。少し伸ばして測って26センチ編んできました。これは実際に仮に留めてみて、腕を通してみて好みの長さにします。私はこれぐらいの長さにしました。この段数は23段。最後はこの長編み2つ、鎖1つ、この段で終わっています。糸端は少し長めに残しています。次にこれを縫い合わせます。縫い合わせる時にはこれを裏返して裏から縫い合わせていきます。マーカーをつけているところ、この3つの端、こっちも3つのこの端、ここから縫い合わせます。でまず糸の出ているところ、このままマーカーをつけたところで、もう一度今度はこの糸端の出ているこの根元と向こうは同じところで、次はここ一つずつ、向こうはこの鎖、次はここ、2本の糸の下、この鎖、最後は鎖1、2、3、ここと向こうはこのマーカーをつけたところで、最後はもう一回しっかりと縫い合わせます。で、あとはほどけないように
隠します。最後に細編みをしていきます。編むのはこの部分とこの部分とこの部分、同じように細編みで編んでいきます。ここを編んでいこうかと思います。で、目立たないところから、ここら辺から始めていきます。ここには鎖3つ、新しい糸、で細編みをしていきます。この鎖とか長編みに2つずつ細編みをしていきます。まず鎖1つと細編み、これが1つ目で、同じところにもう1つ、これで鎖に細編み2つ、次もここに2つ、まず1つ目、次にもう1つ、ここはこことここで2つを1つにしてカーブを作ります。この2つ目の細編み、糸を出して、次はこの糸を出して一度に引き抜いて、で2つが1つになってカーブができました。次からは1つに1つずつ、長編みの上、鎖の下、長編み、このままこの付け根まで編んでいきます。ストラップの付け根まで来ました。またここでこことここで2つを1つにします。まずこの真ん中、糸を出して、次はこの鎖、この下の方に1つ糸を出して一度に引き抜きます。これでカーブができました。でもう一度、これで細編み2つ、次も2つ、次も2つと編んでいきます。このまま細編みを編んで、ここまで編みます。一周してきました。1つ目の細編みに引き抜きます。引き抜いて鎖1つ、これをあとはこの糸端を隠します。裏に出して、で行ったり来たりしてほどけないようにします。反対側も同じように作ります。でこの中央もここに1つ、ここは糸を出してここと2つを1つにします。こっちも同じ、こことここ1つにします。でカーブを作ります。で1周します。こっちも同じ、全部を細編みしました。最後にボタンをつけて反対側にヘアゴムをつけます。私はこんな感じで結び目を3つつけました。このマーカーをつけたところ、脇につけたマーカー、この近くに何箇所かつけると調節がしやすいと思います。でこの下でこんな感じで調節もできます。ここにつけても大丈夫です。これで出来上がりました。
これで出来上がりました。とても可愛く出来上がりました。ストラップはこんな模様になっています。で、使う時にはこんな感じで腕にかけたり、あとこのボタンを使って内側で留めて、でこんな形にして使ってもとても可愛いと思います。サイズを測りました。上から下まで28、横幅37。このストラップの部分は半分に折った状態で12センチ。使った糸は全部で260。このブルーの方は220。で、ベージュは 40g。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。